YouTube をご覧の皆さん、三ツ矢です。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、最近ですね、よく質問が多いんですけども、このクリップですね、バタフライナイフのハンドルについているこのクリップなんですけど、このクリップの取り方がわからないっていうね、質問がね、よくコメント欄で見受けられますね。なので今回はね、このクリップの取り方を解説していこうと思います。ちなみにクリップなんですけど、こういうね、プレミアムレプリカントもそうですね、今外してるんですけど、こんな感じで結構クリップがついているバタフライナイフっていうのはね、結構種類があります。デザイン的には僕もこうクリップついてるバタフライナイフってこうおしゃれに見えるんですごい好きなんですけど、このクリップっていう趣味においてクリップは邪魔な存在でしかないので、クリップ用として使いたいのであれば、クリップは外しておいた方が無難かと思いますね。早速ね、外していこうと思うんですけれども、必要なものとしてはこちらのトルクスドライバーですね。何種類か入っているものがあればいいんですけれども、ちなみにおすすめはこのダイソーさんで売ってるね、200円のこのドライバーのツールですね。こんな感じでいろいろ入ってるんですけども、この中にね、トルクスドライバーの種類も入ってますので、これがね、結構安くてすぐ入手できるのでおすすめですね。まず構造から説明しようと思うんですけど、このクリップですね、を固定してるのって見ての通り、この2つのこのポコッと出ていると思うんですけど、この2つがこのクリップを押さえているってことなので、多分皆さんですね、このネジを直接こう回して取り外してここのね、クリップを取ってしまおうっていう風にやろうと思ってるんですけれど、ここのネジをいきなりこう回そうと思ってもですね、どっちもおそらく空回りしてですね、うまく外せないと思いますね。なので多分クリップが取れないよっていう風になってると思うんですけども、ちょっとめんどくさいんですけども、まずこちらのネジですね、こちらのネジを外すために先にですね、こちらのピボット部分のこのネジですね、このネジから外す必要があります。ちなみに T8 とかで回ると思うんですけど、僕のやつはですね、結構ネジの頭がこうボロボロと取れちゃったので、今 T9 で回してますね。ちなみにこのダイソーさんのやつには T8、T9、T10 と揃ってるので、T9 でこんな感じで回してあげるといいと思います。外し方としてはこのハンドルをギュッと強く、結構強めにグッと握った状態で、ここにトルクスドライバーをこのように刺してから、グッと結構力強く握った状態で回してあげると、こんな感じで、はい、ネジがちょっと取れましたね。はい、こんな感じで取れると思いますので、先にこちらのネジを外す前にピボット部分から分解していきましょう。ちなみにピボット部分分解するとこんな感じでベアリングだったりいろいろ細かい部品が出てきますけど、これね、なくすと大変なので必ずなくさないように保管しておいてください。次に分解したハンドルですね、こちらの部分ですね、ここの部分を外していくんですけど、この部分はですね、表と裏がこのように両方ネジでできていますので、2本のトルクスドライバーを使って裏と表にそれぞれ1本ずつこのようにね、刺してあげてから回してあげると外すことができますね。外れました。これちなみに両方とも外してもいいんですけど、どっちか片方だけ外れたらいいので、このように自分はね、片方だけ外した状態で進めていきます。このピボット部分とこの部分ですね、この2箇所が外れたらですね、いよいよこちらのネジを回していきます。いよいよ外していくんですけど、そのまま回しちゃうとですね、同じように空回りしてしまいますので、ちょっと分かりづらいかと思うんですけど、このようにね、ハンドルが今、2本あると思うんですけど、どっちがどっちでもいいんですけれども、片方のハンドルとこのライナーですね、を奥に、片方のハンドルとライナーを手前にですね、はい、このように少しねじるようにします。この部分が今こうぴったりとね、はまってると思うんですけど、これをこのように少し強くねじるような感じですね。こんな感じでずらすイメージですね。今このようにね、ぴったりと重なっているものをそれぞれ逆方向にこのようにずらしてあげるイメージですね。これをですね、このように、はい、ギュッと片方は押して片方は引いてっていう感じでこうねじってあげます。このようにですね、ねじってあげるとですね、この部分にかなりこうプレッシャーが、圧力がかかります。で、圧力がかかるので、ここがね、さっきまで空回りしてたこの部分なんですけど、このようにこうぐっと力を入れてねじってあげることによって圧力がかかってますので、空回りがね、しにくくなります。なので、このようにぐっと押さえつけた状態で回してあげると、こんな感じで、はい、ネジが外すことができますね。こんな感じになりますね。で、これをですね、繰り返してもう一箇所の方もこのように、一緒にね、外してあげましょう。そうすると両方とものネジが外すことができますね。こんな感じで回していくと、はい、2本とも外すことができました。で、このネジが外れたらいよいよあとはもう取り外すだけになっていますので、もうクリップがね、浮いてますよね。あとはこれ引っ張ってあげるだけで、こんな感じで、はい、外すことができますね。こんな感じで、はい、
クリップの取り外しができますね。で、これをまたね、このクリップだけ取り外して残りのパーツを同じようにね、またハンドルにこうやって組み込んであげるだけになりますね。で、このように外れたので組み立てていくんですけれども、おそらくですね、このクリップが取れた時に同時にこのようにスプリングラッチの方も一緒に取れてしまうと思いますね。まあ、このラッチも必要ないっていう方はね、そのまま外した状態で組み込んでもらったらと思うんですけれども、ちょっとラッチは残しときたいっていう方のためにね、ラッチの付け方を教えておこうと思います。このようにね、ハンドルのエンド部分ですね、2箇所穴があると思うんですけども、先にこちらの手前の方ですね、ハンドルエンド側じゃない方から先に組み込んでいきます。先にね、外したこちらですね、このように軽く刺した状態にします。このようにの状態ですね。半分ぐらい刺した状態で先にこちらのバネですね、バネのこちらの部分、こちらの輪っかの部分の方を先にこの半分ぐらい刺した状態でここにこのように穴に通します。はい、通せました。こんな感じですね。で、通したらですね、これを一旦先にぐっとこう通してもらったらいいんですけれども、はい、先にこのバネを固定するイメージですね。これでバネがね、外れないようになったんですけれども、で、こちらの部分ですね、もう一つの方がこのようにこう鍵フックみたいな感じになってると思うんですけれども、この部分にこちらのこの細い小さい穴の部分ですねをこのように引っ掛けます。引っかかりました。こんな感じですね。こんな感じで引っかかったらですね、このままちょっと強くね、ぐっと引っ張った状態でこちらにこう合わせてあげると、この部分ですね、この部分とこの部分がこのように合うと思いますので、この部分をこのようにちょっと少しね、引っ張った状態ですね。少し引っ張った状態でもう一個の方を通してあげると、こんな感じですね。少し引っ張った状態で通してあげると穴に通りますので、はい。通りました。あとは先ほどと同じ要領で少しこうまたねじってあげた状態でネジを通してあげると固定することができます。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、バタフライナイフについているクリップですね、の外し方を解説していったんですけれども、ちょっとね、このクリップ一つ外すのも結構バラしてっていうことで手順かかってめんどくさいんですよね。ただクリップってやっぱりフリップをするにおいては本当邪魔でしかないので、やっぱりね、クリップによって傷ついたりもすることもありますので、早めに取ってあげた方がいいかもしれないですね。はい、それじゃあ今回ですね、こんなところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは。